路線でのタイムアタック、なんであんなに速いのか、どんなことを考えてドライビングしてるのかというのをセナ本人が解説してくれてるインタビューがありますので、それをほぼそのまま紹介します。かつてセナは誰にも真似できないスーパーラップを記録する際に全ての要素を一つに統合する作業をどのようにして行うのかを詳しく語ったことがある。例えばシフトチェンジのことを考えている時などは自分のドライビングを自動的にシフトチェンジする機械のようなレベルにまで高めることができた。セナはどのようなドライビングをするかを頭の中で組み立てると、シフトチェンジなどは自動的に自分の体が行う、そんな状態になるっていうことを言ってますね。そこら辺も含めてセナは自分のドライビングのことを語ってくれてますので、いよいよ紹介しますね。僕はいつも仕事に集中することを目標にしてきた。自分の内面のあらゆる要素を自分の性格とかしてきたトレーニングとか長所も短所も全部計算に入れて集中すると次のコーナーが見えてくる。自分自身のメンタルだったりフィジカルだったりそういう情報もきちんと頭に入れるんですね。コーナーを回っている時でもコーナーの出口でもブレーキングやシフトチェンジパワーあるんだ。これから起きることがほとんど予測できるから、実際の場面ではイメージとのズレも修正できる。すべてのデータを頭に入れて走り出せば、セナはコンマ5秒ぐらいの先のことがわかると言ってますね。ずれても修正できるとも言ってます。すごすぎてよくわかんないんですけど、はい、続けていきますね。ただ、コンセントレーションがすごく要求されるし、全身が緊張するから、体中を電流が流れるみたいになる。すべての動作を瞬時に行わなければならないし、しかも 100% 正確なものでなければならなくなる。完全に 100% というのは無理だけど、限りなく 100% に近い精度にしなければならないんだ。腕力と体力を要求するF1 の予選のタイムアタックで 100% 正確なドライビングをしないといけない。とにかく難しいですね。でもそうなると脳がスロットルの回路やシフトチェンジのタイミングなんかを完全にコントロールするようになるから、体はほとんど自動的に反応するようになる。本当に速いタイムを出すためには、肉体と精神が高いレベルで結びつかなければならない。その2つが組み合わさって初めて結果が出るんだ。体はほとんど自動的に反応するようになるって言ってますね。ドライビングというよりももうスピリチュアルな世界というか、そんな感じがします。でも僕は完全な走りというものをまだ一度もしたことがない。後から考えてみると改善の余地が必ず残っているからね。10分の1秒だろうと100分の1秒だろうと切り詰められるところがいくつもある。そこまでの精神的あるいは肉体的なレベルの高い領域に入り込んでドライビングをしたとしても、セナは完璧な走りをしたことがないって言ってますね。だから1回目のタイムアタックでものすごく速いタイムが出ていたとしても全く関係ないんだ。情報をきちんと活かして前に言ったこと、肉体と精神の高レベルの調和をやれば 99%1 回目のタイムアタックより速いタイムが出る。このセナのインタビューだとやはりアンダーステアだとかオーバーステアだとかそういう言葉は全く出てこないですよね。これは前にプロストが語ってた通りで、セナやプロストのレベルは車がアンダーだとかオーバーだとかそんなのはドライビングで合わせてしまうと。なのでセナがここで解説してくれているのはそんなレベルの話じゃないんですね。ここで語る理想のドライビングというのはスピリチュアルとも言えるし、あるいは芸術的とも言えるようなレベルの話で、そこにいかに到達するかということを語ってるっていうことだと思います。あともう一つ思ったのが、体中に電流が走るような感じと言ってましたね。セナは1994年に事故で死んでしまいましたけども、極限にまでセナは普通の人じゃありえないような体の酷使をしてドライビングをしてたわけなので、セナの体は事故死した時点でもう寿命だったんじゃないかなと。普通の人よりも肉体的にあるいは精神的にももう寿命を迎えていた。たまたまそれが事故というタイミングで終わりになっただけというような気もしてきました。まあ何しろセナ自身が語るドライビングというのはこういうものです。非常に難しかったですけども、皆さんどのように感じましたでしょうか。
何か思うところがあれば、ぜひコメントください。いつも皆さんのコメント非常に参考になりますので、はい、よろしくお願いします。